タジキスタンはさまざまなところに国旗が掲げられてるんですけども、これは特に大きな国旗です。ここはフラグポールと呼ばれていて国旗ですね。街のランドマークみたいですけど観光客はゼロです。昨日泊まったホテルはこんな感じ。スブフバハエル魅力です。昨日の夜チェックインできなくて困ったのがホテル名変わってましたね。どこにホテルがあるか分かんなくてずっとうろうろしてたら、たまたまスタッフの方が水まきしてて声かけてくださいました。めちゃくちゃ運がいいです。夜3時過ぎてたけどなんで水まきしてたんでしょうね。さあタジキスタン1日目の朝です。今回の中央アジア旅はこの後もう弾丸ツアーになりますんで、タジキスタン1日だけで観光します。時間がもったいないからタクシー乗りたいな。あれかな、緑のタクシーって。あれならメーター制かもしれません。どこにドライバーさんいるんだろう。タクシーの車はあるけど運転手さんが見つかりませんね。どっか行っちゃってんのかな。あ、はい、でも捕まりました。Hello? Do I need? ああ、OK。ちょっと高いかもしれないけど20ソモニでお願いします。なんか街中めちゃくちゃ建設ラッシュ中ですね。かなり大きな建物がたくさんできてます。この辺り、今ルダキパークというところに来たんですけれども、この辺りにたくさん観光地が密集してますんで、一気に見ちゃいましょう。まず一つ目はこれ見てください。めちゃくちゃでかい像です。ライオンも2頭います。ちょっと正面に回りましょう。この方はイスマイル・ソモニさん。タジキスタンにイスラム教を布教したと言われているとても歴史的な重要人物です。タジキスタンの通貨、ソモニの元ネタになっている人ですね。あれ、ここめちゃくちゃ有名な撮影スポットなんですけど、あんまり近づいて撮っちゃいけないのかな。近くに行こうとしたら来ちゃダメよって言われちゃいました。続いてはこちらです。ナショナルライブラリー・オブ・タジキスタン。この建物図書館です。信じられますめちゃくちゃでかいし、いや建物がいちいちかっこいいな。ここにはなんと1000万冊の本が。図書館の中では静かにしましょう。1日に何回か無料ツアー、見学ツアーみたいなものもあるらしいですよ。全然読めないから何のお部屋だか分かりません。なんか空いてる部屋ないかな。空いてる部屋がありました。ちょっとだけ覗かせてもらいましょうか。いやー、なんか講義をやる部屋みたいでした。すみません、ちょっと分かりませんね。国立図書館だっていうふうに調べてきたんですけど本はありませんでした。この図書館に偉大な方々の胸像っていうんですかね、皆さん同じターバンかぶってて顔も結構似てるんで、誰が誰だかってなんか学校のテストで出たら難しそう。はい、続いてはインデペンデンスモニュメント、独立記念碑ですかね。これもまためちゃくちゃでかいです。全然観光客いないけど1991年にタジキスタンは独立していますので、その時の記念碑なのかな。ただ真下に行っちゃうともう大きさあんまりよく分かりませんね。なんか向こうに見える白い建物がパレス・オブ・ザ・ネーション、大統領官邸みたいですね。こんな感じで柵に囲まれてるからさすがに入れないか。なんか昔は入れたみたいな情報もあったんですけどね。遠くから見るとイスマイル・ソモニ像の大きさがよくわかりますね。ここがルダキパークの中心です。ここにいるのはルダキさん。タジキスタンの詩人みたいです。また大きな像ですね。ルダキさんの周りには色とりどりのお花が咲いてますね。なんかこの上のアーチにも太陽とかお花のマークみたいなものが刻まれていますね。タジキスタンはさまざまなところに国旗が掲げられてるんですけども、これは特に大きな国旗です。ここはフラグポールと呼ばれていて
国旗ですね。おー、これはまためちゃくちゃかっこいいですね。こういう白い宮殿みたいなやつ大好きです。ただここも Google マップ上建物はあったんですけど、名前が分かりませんでした。何の建物なんでしょうね。この辺りも工事だらけで車も人もいなくなっちゃいましたね。建物だけじゃなくて道路も今作り直してるみたいですね。こちらの美しいグリーンのモスクはホジ役場モスクといって、ドシャンベでは最も古いモスクとされているようです。うわー、美しいですね。内側もグリーンで統一されてます。ドシャンベでは大きなモスクはここだけですかね。今日はやってなさそうですね。中には入れなさそうです。本当どこ見ても建築ばっかりですね。建築しすぎて人がいられる場所がマジでないですね。ダメ元でぐるっと回ってきたら、マップ上ではここ道つながってないけど入れそうなんで、もうちょっと近くで見てみましょう。あれ見てください。あれがモニュメントイスティクロル。おお、ついに麓までやってきました。うわ、すげえ、すごい迫力だ。一番上はなんか王冠みたいなものがついてますね。街のランドマークみたいですけど、観光客はゼロです。私が独り占め。壁画みたいな、なんか馬に乗った兵士たちの戦い、王様なのかな。いやー、ここまでだいぶ歩きましたね。一回休憩しましょう。ローカルのカフェ全然やってないのでセガフレード行きましょうか。うわー、めちゃくちゃおしゃれだぜ。はあ、やっと休憩できる。とりあえずボトルのお水と、あとアイスアメリカーノ注文しました。アイスアメリカーノも来た。いただきます。なんかこのドゥシャンベは本当に建築ラッシュみたいな感じで、公園なんかも再整備されて、で道路も結構工事してて車が入れないところがあったり、かなり今街自体を作り変えてるっていうような感じでしたね。観光するのはもう少し先の方がいいかもしれません。コーヒーだけにしようかと思ったけど、なんかメニュー見てたら美味しそうだったんで、牛肉のサラダとチーズトースト頼んじゃいました。これもお昼にしちゃいましょう。この牛肉のサラダ美味しいですね。なんかバーベキューソースみたいな味付け焼肉丼みたいな感じですけどね。ごちそうさまでした。だいぶゆっくりしましたね。うわ、日差しがめちゃくちゃ強い。ここ好きすぎてまた来てしまった。街中に噴水がたくさんあって本当素敵ですね。緑で番号が書いてある車がメータータクシーだと思いますので、ちょっと聞いてみましょう。またメータータクシーじゃないやつになっちゃいましたが、まあ10で行ってくれるそうなんでいいでしょう。続いての目的地到着しました。ナブルーズ宮殿という、宮殿ですね。ここもデザインがめちゃくちゃかっこいいんで、期待してください。ここのナブルーズ宮殿は、大統領官邸として使用されていたんですけれども、一般公開もされています。こんなですよ。すげえ。この扉一つとってもとんでもない装飾ですよ。しかもでかい。なんだこれ、4メートルくらいありそう。やっぱりここの天井の装飾が一番私は気に入ってます。凄まじいカラフルさと、なんだこの金属、無機質な金属の塊みたいなこの照明。うわー、なんだこの柱、めちゃくちゃ豪華ですね。そしてほんと天井が高い。そんななんか壁画みたいな
絵も飾られてます。こっちもこの美しい天井がずっと続いてますね。よし、一通り見ましたんで空港に移動しましょうかね。ナブルーズ宮殿、遠くから見てもかっこいい。この宮殿付近は本当にお店少なくて、なんか一応ちっちゃい売店みたいなのあるんですけど、まともに物は売ってませんので注意してください。なんかその奥に観覧車みたいなの見えますね。なんかちっちゃい遊園地も併設されてるのかな。まあちょっと寂れたテーマパークですね。ここもなんか工事してんなあれ、これゴンドラありますけど数少なくない？壊れて撤去しちゃったのかな。でも人乗ってるわ。テーマパークらしからぬ屋外マッサージチェア場ありますね。疲れた方はここで。テーマパーク内でお水を買いました。4ソモニ、60円、安いですね。昨日の売店は2ソモニだったんで、倍額はするけど遊園地価格かな。あれ、でもあっちの方は結構にぎわってんのかな。なんか悲鳴とか聞こえますね。そんななんか激しいアトラクションあんのかやっぱり悲鳴を上げるようなアトラクションはありませんね。多分このやたら主張の激しいこいつが多分悲鳴込みでスピーカーから出てるんでしょうね。なんかものすごい派手な、これ橋ですね。夜になったらこれ点灯するのかな。これ点灯したらすごいギラギラになりますね。Tajikistan хорошо? Хорошо? Yeah, yes, good. Good, good. Yeah, yes. ドゥシャンベの空港戻ってきました。乗った時に How much って聞いたとしても、そもそも How much が通じないことがありました。タジク語でいくらですかっていうのはチャンドプルって言えば通じます。さっきチャンドプルって聞いたら腹小なんて言えばいいのかな、めちゃくちゃ喜んでくれました。あとはありがとうはタシャクールですね。この2つあれば何とかなると思います。カウンターこれだけあれ、めちゃくちゃこじんまりした空港ですね。あれ、こんなんだったっけ。どの航空会社のカウンターかどうかも分かりませんね。ここは国名線のあれだったのかな。外出て左の方行ったらあるよと言われましたんで、そっち行ってみます。ここなのかな。エアアスタナはだいぶ外れの方でした。でもこっちの方がなんかこっちの方がしっかりしてるっていうか、空港ですね。さっきのはやっぱ国内線なんでしょうね。ドゥシャンベの空港は中入っちゃうとカフェとかなさそうですね。デューティーフリー、酒屋さん的なデューティーフリーと、あとコンビニみたいなのが奥に1軒あるだけですね。お水となんとなくこのガムみたいなやつ買っちゃいました。2つで10ソモニ150円くらい、ちょっと高いですけど、空港価格と思えば大したことはないですね。1時間遅れの連絡はあったんですけど、もう1時間以上経ってもボーディング始まらず、その後情報の更新がありません。いつになったら出発できるんだろうか。1時間半くらい経ってようやくアナウンス来たと思ったら、お詫びの水支給のアナウンスでした。正直いらねえ。今度こそ来たか。ただね、もう声ちっちゃくて何言ってるか分かんないんですよね。声大きくても何言ってるか分かんないけど。なんか動き始めた。行くか。ついに来たか。そろそろ登場できそう。もう2時間遅れくらいかな。やられた。ただのさっきの水のアナウンスだった。皆さんまたゲート1からゲート5に戻ってます。電光掲示板が全然更新されないんですよね。ディレイの時間すらもう過ぎてますからね。どうなっちゃうんでしょうか。
と思ったらゲート5でボーディング始まってた。いよいよ乗り込めます。マジでわからん。ゲートのところに大体モニターがあって航空会社とか行き先とか表示されると思うんですけど、それすらも一切ないんですよね。難易度高すぎる。常にみんなの動きを見張ってないといけないですね。ついにボーディングタイム決まりました。結果的に2時間半遅れですね。まあでも何分遅れるか分かんないままずっと待つよりは全然マシですね。2時間半経ちましたがまだボーディング始まってません。これいつ乗れるかもう本当分かんなくなっちゃいましたね。ちょっと遅くなりすぎてこの後レストラン行けるかどうかも怪しいので一旦ここで終わりにしておきます。それでは皆さんシャブバハエル。こちらのお店キシュラクっていうのかな、カザフスタン料理のベシュバルマクが美味しいらしいですよ。うわ、こんなんめちゃくちゃ可愛い。終わっちゃってましたマジで。今夜のお部屋は207です。落ち着いてていい感じですね。またお部屋到着しました。もういいんじゃないですかね。ベッドもそんなに広くないけど一つあって、デスクとクローゼットもあるのかな。あ、バスローブありそう。あ、いいですね。独立の、シャワールームがあって綺麗なお手洗いと洗面もあります。ドライヤーもついてます。結構いいですねこれ。あ、冷蔵庫もありました。ここでお水冷やしておきましょう。さあ見えてきましたよ。めちゃくちゃ可愛らしい。そしてとっても綺麗ですね。ベッシュバルマク、カザフ料理食べたいんです。おお、ベッシュバルマク来ました。めっちゃ美味しそう。あっさり系の出汁が効いたスープ。今回はラムのラグマンにしました。麺が長くて